飛行機モデラーが楽しめるゲームを紹介していこうかと思います。突然ですね。毎週金曜日に出している仮組動画に影響なければお許しいただけるかもね。本来ならサブチャンネルでやることなのでしょうが、弱小チャンネルなのでそんなものありません。なるほどね。で、何のゲームを紹介するの？伝説のウォーシミュレーションゲームアドバンスド大戦略ドイツ電撃作戦となります。アドバンスド大戦略？アドバンスド大戦略は1991年に発売されたゲームで、プラットフォームはメガドライブとなる16ビットってやつね。そうそう、このゲームは1989年に出たスーパー大戦略の続編として開発された。スーパー大戦略？システムソフトが開発した大戦略シリーズはパソコン用ゲームだったんだけど、そのシリーズにスーパー大戦略ってのがあった。そのスーパー大戦略をメガドライブに移植したわけね。実際には大戦略2がベースだと言われてるけどね。なるほどね。これが中学生のウプ主周辺に大好評。ウプ主周辺のミリタリーにハマるきっかけとなったのだ。そうですか。スーパー大戦略は現代兵器が題材となっていて、経験値を貯めるとユニットが強くなるんだけど、育てたユニットを次のシナリオマップに引き継げなかった。せっかくエース部隊にしたのにね。次のシナリオマップでは使えないのね。パソコンではキャンペーン版大戦略ってのがあって、育てたユニットを次のシナリオマップに引き継ぐことができた。なるほどね。そんなキャンペーン要素をうまく第二次世界大戦に落とし込んだのがアドバンスド大戦略なのだ。現代ではなく第二次世界大戦となったのね。そうそう、ドイツ軍が主役なので太平洋戦線は出てこないけど、他には何かあるの？それは次の章以降で詳しく紹介するのだ。まずはゲーム概要からなのだ。お願いします。システムは単性のシミュレーションゲーム。六角形のマスである X 上に描かれたマップ上に兵器ユニットを配置していく。生産国はいくつあるの？1人プレイのキャンペーンモードと複数人プレイが可能なスタンダードモードに分かれている。キャンペーンではドイツのみの操作、スタンダードではシナリオマップで設定された生産国で遊べる。生産国の種類はたくさんです。はい。主要生産国はドイツ、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ソ連となっている。主要じゃないと？ノルウェー、デンマーク、オランダ、ベルギー、フィンランド、ポーランド、ルーマニア、ユーゴスラビア、ギリシャ、ビシーフランス、パルチザン、チトーパルチザンなど。最後、国じゃないですね。まあキャンペーンモードが本筋なので、自分がドイツ、味方はイタリア、敵はその他と覚えればいいです。フィンランドやルーマニア、ビシーフランスも味方ですよ。キャンペーンで説明していくと、1939年のポーランド侵攻から始まり、デンマーク、北欧侵攻、フランス侵攻、バトル・オブ・ブリテン、北アフリカ戦線、東部戦線、西部戦線、ドイツ崩壊までをプレイする。シナリオマップは大小合わせて42シナリオマップ。相手の首都占領もしくは爆撃破壊するか、相手ユニット全滅で勝利となる。かかった日数で次に進むシナリオマップが変化するのだ。なるほど。必ずしもドイツ崩壊で終わらないってことね。そうそう、バトル・オブ・ブリテンで大勝利できればイギリス本土上陸作戦があったり、モスクワで大勝利できればウラル山脈まで赤軍を追うことになる。プレイヤーの戦略にかかっているのね。次は詳細なゲームシステムなのだ。ふむふむ。前作のスーパー大戦略ではなかったユニットの持ち越しが可能になった。育てたユニットは愛着がありますからね。さらに経験値がマックスになると行えるユニット進化が追加された。ユニット進化？簡単に言うと後継機です。より強力な兵器になるってことです。ドイツ戦闘機で言いますと、メッサーシュミットがホッケウルフになって、さらにメッサーニー62になったり、サラマンダーやプファイルになったりする。最後はジェット機になった。史実に合った日付で開発提案されるので、開発許可すると進化可能になる。序盤でジェット機を使えたりしないってことね。そうそう、このシステムによって強力な兵器はすぐに生産できないので、史実通りの希少性も再現されている。なるほど。他に追加要素はあるの？進化とは別に改良ってのもある。これも史実に合った日付で開発提案されるので、許可すると改良できる。改良？ドイツ戦闘機で言いますと、エーミールを改良するとフリッツとなり、さらに改良するとグスタフやクワーフユルストとなる。同じシリーズで強くなっていくのね。さらにフォッケウルフで言いますと、A 型を改良すると G 型になる。戦闘機から戦闘爆撃機になったのね。
地上兵器でも同様で、大事に取っといた3はチティ戦車を改良してマルダーやエッツアーに改良できるのだ。ゲーム初期に愛着のあったユニットも改良すれば後半も使えるってことね。さらに索敵や天候というルールも追加された。索敵？天候？索敵は見える範囲が配置したユニット周辺のみになること。ユニットごとに索敵能力が変わるんだ。当然航空機は広い索敵能力を持つ。イギリスの固定ユニットでレーダーなんかもあるのね。さらに天候が影響するようになった。具体的には？雨で地面が泥濘化すると地上ユニットの行動力が制限されたり、航空機が地上ユニットを攻撃できなくなったりする。天候も史実通りなの？そこはランダムです。でも飛行に種類があるので、雨が降る降らないシナリオマップがあったり、東部戦線だと雪が降るなどあります。東部戦線は冬将軍があったり、北アフリカだと雨は降りにくいとかあるのね。次は思い出のシナリオマップを振り返りつつ、登場兵器なども振り返るのだ。お願いします。まずは6番ノルウェーです。味方の生産ストはハンブルクで、オスロに上陸作戦を行うシナリオマップ。ノルウェーは北へどんどん遷都します。敵の生産ストは一つじゃないのね。危なくなると遷都します。遷都先を空挺部隊などで先に抑えるのも重要。なるほどね。大勝利を目指すには必要な戦略ね。このマップはイギリスが参戦してくるので、イギリス空母機動艦隊が登場します。スツーカを爆走しつつ味方の艦隊の経験値を積んで艦隊を育てるシナリオマップでもあった。貴重な艦隊シナリオマップでもあるわけね。次は10番バトルオブブリテンです。このシナリオマップに到達するまでにメッサー109とメッサー110の経験値マックスを何部隊用意できるか、ハインケルに何部隊進化できているか、ユンカースで歩兵をイギリス本土に下ろせるか、航空戦力が鍵の握るシナリオマップ。港がないので上陸作戦はできないのね。敵も生産ストを北に遷都するので、遷都される前に北を爆撃できるかが重要。そしてスピットファイアが登場します。この前のシナリオマップから出てるけどね。このシナリオマップは今まで育ててきたユニットが失われる覚悟が必要ですね。次は26番トブルクです。最初北アフリカに味方の生産ストがあるのですが、味方の生産ストにイギリス爆撃機が配置されているところから始まります。いきなり積んでますね。はい、すぐに遷都となり真理伊藤が新たな生産ストになる。そこから艦隊準備をしてマルタ島を制圧、トリポリに再上陸して東のトブルク制圧を目指すシナリオマップなのだ。砂漠の狐を体験できるマップなのね。イタリア軍が邪魔だと確信する瞬間でもあるわね。次は22番スターリングラードです。スターリングラードで包囲されたカウルス第6軍を救出するシナリオマップです。ティーガー1が使える時期でもあります。同盟軍はパウルス第6軍で、味方はマップ南西に生産ストがあるんですが、なんか黒い枠で囲まれてますね。マップ外という概念がないので援軍がなかなか来ない状況をこのような架空の長い一本道を作って再現されてます。補給線をこんな感じで再現したのね。最後は37番ノルマンリです。言わずと知れた史上最大の作戦を再現したシナリオマップ。赤い塊と緑の塊があるんですけど、あれが上陸部隊です。赤がアメリカで緑がイギリス。これもマップ外という概念がないのでこうなってます。架空の大きな島となってるのね。連合軍の物量をうまく再現してるってわけね。このシナリオマップあたりからメッサー262、V1、V2、ティーガー2、ヤクトティーガー、ドーラなどが使えます。我がドイツの科学力は世界一。それと厄介者としてマスタング、サンダーボルト、バズーカ装備の歩兵などが出てきます。ではまとめなのだ。今回は飛行機モデラーが楽しめるゲーム紹介ということで、初代アドバンスド大戦略を紹介したのだ。売れる内容じゃないゲームをよく家庭用ゲーム機で出そうと思ったわね。そこはセガに脱帽なのだ。このゲームは敵の思考時間が長く、自分のターンが来るまで1時間くらいかかることもある。風呂に入れるとか漫画が読めるとか言われてましたね。生活リズムをゲームに合わせてる感じね。今のコンプライアンスだと難しい部分もあって、コンプライアンス、電源入れると総統閣下の演説が始まったり核爆弾があったりしたからかな。最近出たメガドライブミニにも収録されなかったのは心当たりが原因じゃないかなと思います。なるほどね。当時のロム容量の問題で東部戦線終盤や西部戦線終盤がはしょられてるので、思考時間を早くしてシナリオマップを追加したものを収録してほしかった。
当時は8メガビットロムって大容量って言われてるけど、実際には1メガバイトですものね。1メガバイトにこの内容を詰め込んだのね。今このソフト遊ぶのに一番いいのはレトロフリークを使うことかな。4倍速モードがあるので試行時間が4分の1になる。なるほどね。ちなみに続編ってあるの？セガサターンで出たワールドアドバンスド大戦略、ワールドアドバンスドウォー。32ビット機でも出てるのね。それと Windows でも出たアドバンスド大戦略98、アドバンスド大戦略ツバイ、アドバンスド大戦略2001、アドバンスド大戦略4、アドバンスド大戦略5。セガ PC シリーズね。ドリームキャストでも出たアドバンスド大戦略、ヨーロッパの嵐、アドバンスド大戦略2001とたくさん出ている。結構出てるのね。2005年以降新作は出てないけどね。これらも記憶があれば紹介します。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。